おはようございます。たかしです。本日は3月22日金曜日、ただいま9時48分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週更新しています。トレードでの考え方を基本から学びたい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。現在ポンド円の日足を表示させてますが、直近の高値を結んだこの黄色のラインを一昨日に上抜けてきました。それを完全否定するような昨日の下落、同じサイズのローソク足が並んでますね。これローソク足、日本のローソク足を合わせると実体のほぼない長い上髭となってきますので、天井圏でこういうローソク足が出てくるとここから下落するかもしれないというそういう形を表します。そして現在はストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきておりますので、本日は下落方向に動いていく可能性を考えておきたいですね。ただ基本的には上昇トレンド中ですので、今 GMMA の青帯に沿って綺麗に上昇してきておりますよね。ですので一回今高値圏をつけて、ここから次は GMMA の青帯に向けてじりじりと下落する、そういうタイミングに入ってきていると考えると、今は上昇トレンド中の調整の下落というふうにも考えられますので、そうすると GMMA の青帯付近190円ぐらいまでは下落してくるかもしれません。基本的には直近の高値を上抜けてきてますので、押し目買いが入りやすい試合ではあるんですが、ローソク足を見ているともう少し下落してもおかしくない、もしくは上値が重くなってくるだろうというところになりますので、まずはストキャスティクス、日足のストキャスティクスがこの過熱感を解消してくるのを待ちたいですね。ある程度日足のストキャスティクスが過熱感を解消するまでは上値が重くなるか、現在地付近で揉み合うみたいな動き方をしてくるかもしれません。では4時間足です。日足は上昇トレンド、そして4時間足も上昇トレンド、 GMMA の青帯は上向きですよね。そして日足では行ってこいになってましたが、4時間足で見ると GMMA の青帯との乖離を埋めるための調整の下落のように見えますので、もう少し下落余地があるんですが、 GMMA の青帯ぐらいまで下落してくれれば、そこからは次4時間足単位の押し目買いが入りそう、そんな風に見えてきますね。日足のストキャスティクスは高値圏でしたが、4時間足ストキャスティクスは安値圏にありますので、ここから次は上昇に向かいそうな、そんな雰囲気も感じます。 GMMA も近いですし、ストキャスティクスも安値圏にあるってことは、本日は上昇方向に動きやすい、そんなところにあるのかなと思いますが、日足を見ていると一昨日の上昇昨日で全否定しておりますので、やっぱり上昇しても上値は重い可能性は考えておきたいです。では1時間足です。1時間足にはブログに描いていた矢印をそのまま残しているんですが、この矢印ちょっとチャートと重なって見にくいんですけれども、まずこれは GMMA の青帯に接触しての上昇をイメージしておりました。ちょうど昨日そんな感じになってますよね。 GMMA の青帯まで下落して、そこからの上昇、この矢印のイメージ通りの動きをしております。そして次この青い矢印、これは一昨日の高値が意識されてダブルトップでの下落になる可能性がありますよということも書いておりましたので、その矢印ですので、そこも綺麗に今イメージ通りに動いてきております。ただここまでまだ現在下げておりませんので、今中途半端なところから反発上昇してきておりますので、 GMMA の青帯を上抜けてくれば、そこから再び昨日高値を目指して上昇していくと思いますが、今 GMMA を下抜けて、そしてちょっとそこが上値抵抗になりつつありますので、そう考えるとここからもう一段下落していく、このオレンジの水平線ぐらいまで下落していく可能性を考えておきたいです。そしてこの水平線を明確に下抜けてきた場合は比較的大きく下落していくと思いますので、その時は190円ぐらいですね。そのあたりまでの下落を見ておくといいと思います。では次はドル円の日足です。こちらも直近の最高値 151.9 付近まで上昇してきました。一昨日そこまで一旦到達して、昨日は一度下攻め後にもう一度上昇してきて、その付近までは上昇してきております。ただ一昨日の高値を更新できていないので、やっぱり上値はちょっと重いのかなというところですね。基本的にはドル円も GMMA の青帯上向きですので、上昇トレンド中なので、下がったところを買っていくという押し目買いを見ておきたいんですが、こちらもストキャスティクスは高値圏ですので、そろそろ一旦の調整の下落は考えておきたいですね。では4時間足です。こちらもポンド円と同じくダブルトップでの下落になるのかっていうところですね。ポンド円はすでにダブルトップ完成させて下落になっておりますが、ドル円に関してはまだダブルトップの初動と考えられますので、ここから
から下落していくのか、その場合は GMMA の青帯付近、150円付近まで下落すると考えられますので、そのあたりまでの下落の流れをイメージしておきたい。ただし、基本的には GMMA の青帯は上向きの上昇トレンド中ですので、そこはお間違いのないようにお願いします。ただ、ダブルトップが完成して下落してきた場合は、結構大きく下落すると思いますので、149円ぐらいまでの下落は意識しておいた方がいいかもしれません。4時間足もストキャスティクスは高値圏、日足も高値圏でしたので、基本的には下落方向に動きやすい1日になりそうですね。では1時間足です。本日はちょっと下落から始まりそうな雰囲気ですね。今の少し下落しそうな雰囲気になってきております。こちらにも矢印が描いてますが、これ昨日のブログに描いていたものです。この青い矢印がここでのダブルトップをイメージしておりますので、現在ちょうどそのダブルトップの右の山になっておりますので、ここから下落していけるのかどうかっていうところですね。昨日描いていたのがここのフィボナッチリトレースメント、ここの 50% から昨日は上昇してきております。このラインのどこかで反発っていうところを考えていたんですが、50% 付近で綺麗に下げ止まっての上昇になってますよね。今回のこの昨日の上昇分かりやすかったと思います。結構下髭を出して、そこからの上昇、そしてフィボナッチラインの 50% というところでエントリーもしやすかったんじゃないでしょうか。そして現在はダブルトップで下落するかっていうところですが、基本的には上昇トレンド中ですので、これダブルトップで下落すると見せかけて上昇していくっていうこともよくありますので、そこはご注意ください。4時間足、日足、ストキャスティクスは高値圏ですので、下落方向に動きやすいとは思いますが、基本は全部の時間軸が今 GMMA 上向きで上昇トレンド中ですので、値幅調整をするのでしたら下落方向に動くんですが、日柄調整でしたら例えばこの辺りで揉み合ってくる、高値圏に張り付いて揉み合うみたいな動きをしてくるかもしれませんので、あまりどんどん下落するとは思わない方がいいかもしれませんね。ドル円は今かなり高値圏にありますので、トレードがやりにくいと思います。基本は下がったところを買っていく。昨日みたいにこういう風に下がってくれば、そこからの押し目買いっていうのを考えればいいんですが、現在地付近からさらに上昇していった場合は、ここから買えるかっていうと、それもなかなか難しいと思いますので、まずは下がってくるのを待つですね。昨日の安値ぐらいまで下がってくるのを待てば、ここでのレンジみたいな動きになってくるかもしれませんので、そういう動きをイメージしておくとトレードはやりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。